オーライト様から製品の提供を受けて動画の作成をしております。ご視聴ありがとうございます。今回はオーライトの人気シリーズの新製品バトン4を紹介したいと思います。スタンダードな EDC ライトです。オーライトを代表するシリーズの一つという印象があるっすね。外観がこちらです。とても綺麗です。色もいいですね。リーガルブルーという色を選びましたが、半分マットな深い青でこれが本当に綺麗。ベゼルとクリップはステンレスシルバーで統一感がありかっこいいです。先代の3との比較がこちら。パッと見はほとんど変化はありません。滑り止めが細かくなってベゼルの面取りが大きくなりました。大きさはほとんど一緒、重さは 1g 違いです。一番違いがわかるのはボタン周りの変更でしょう。4はボタンがフラット、出っ張りがなくなり、素材もゴムっぽいものからステンレスへ変わっています。配置される LED も数が増えてまして、左が現在のモード、右が電池残量をそれぞれ示します。ライトを点灯させて見てみます。まず通常モードが3種類。暗闇を照らす、歩く音も足元照らす程度ならミドルで OK。探索、しっかりサーチしたい場合はハイモード以上で使うって感じの明るさです。先代と比べてハイモードの光量が倍にまで上がっています。ただ600ルーメンが出せるのはフル充電から7分間のみ。その後は300まで落ちて先代と同じ明るさとなりますので、実用では大きな違いはありません。特殊モードが4種類。ターボモードの光量が若干上がっていますが、実用ではそこまで変化はないでしょう。各種操作方法は先代を踏襲しており、オーライトさんの操作方法に慣れている方には馴染みの方法となっています。バッテリーは16340タイプ。取り外して交換することが可能です。容量は 650mAh と100アップしています。代わりに電圧がコンマ 1V 落ちてるっすね。充電は専用のマグネットベースがついたケーブルで行います。パチッとワンタッチで乗せるだけ、お手軽な充電方法となっています。電源関係でもう一つ紹介したいのがこちらのケースです。バトンシリーズの売りとしてプレミアムエディションを選択すると専用のケースが付属します。このケース、何かと言いますとバッテリーなのです。5000mAh のバッテリーを搭載しており、ライトを収納しますと充電をすることが可能となっています。収納した状態でライトを点灯することもできまして、このケースと併用することで長持ち大容量ライトに早変わりいたします。ケースのボタンを操作することによって光量を細かく調整することも可能です。このケース、先代からの進化は容量のアップやインジケーターがデジタル数字化したことなどがありますが、他に大きなところで2つありまして、まず収納できるライトが増えました。先代のバトン3やペルンミニシリーズも充電・収納することが可能です。2つ目として、外部への出力ができるようになりました。スマートフォンなどへの充電が可能です。最近は整備書などをタブレット、スマートフォンで見るのが普通になってきましたので、これはありがたい機能ですね。ケースはストラップホール付き。持ち運ぶには若干大きさは感じますが、モバイルバッテリーを兼ねることを考えますと許容できる大きさかと感じます。使ってみて、非常に扱いやすいライトです。バトン3からの正当な血筋という感じ。使いやすさはそのまま。先代に馴染みがあればほぼほぼ違和感なく使い始めることができるでしょう。滑り止めはよりアグレッシブに。LED のインジケーターは数が増えたおかげでモード迷子になることもなくなりました。特に良さを感じているのはケースのアップデートです。私、ペルミニやバトン3も使ってますので、それらを充電できるというのは大変便利。出先で電池の心配がないというのは素晴らしいと感じています。一度夜中に出先で細かな部品を不注意で飛ばしてなくしてしまいまして、それを探すのに電池消費の多いハイモードで長時間使っていたのですが、ケースに入れながら使うことで電池の心配をすることなく使うことができました。このケースを使えばタイプ C で充電ができるというのも良いところ。
専用の充電コードがなくてもこのケースを介せば普通の USB ケーブルで充電することができます。出張などで使う場合に大変便利。ケースは大きさがありますので常に持ち運んではおりません。ライト単体で持ち運んでいることの方が確かに多いですが、しかしこのケースによる満足感というのが大きいです。バトン4はライトの単体売りとプレミアムエディションケースとのセット売りどちらも設定がありますが、ぜひプレミアムの方をおすすめしたいですね。ボタンの操作感だけは先代の3が好みです。今作のボタンは見た目高級でスタイリッシュなのですが、押した感じがふにゃっとしていてちょっとチープなんですよね。かっちり感がなく。先代のボタンは出っ張ってますので、どんな状況握り方でも押しやすく、押した感じもシャキッとしていて良かったんです。今作のボタン、押しにくさはないですし、フラットですから誤操作はない機能的で良いものですが、ここは先代が良かったと感じている部分です。改善を望むところは多くはないですが、個人的な要望としては2つほど。1つは明るさレベルを好みに設定することができたらさらに良かったと感じました。最近他社メーカーのライトと比べて使っていて、オーライトさんの小型ライトに設定されるミドルモード60ルーメンという明るさに少し物足りなさを感じることがあったのです。かといってこのバトン4、その上のハイモードは600から光量が落ちても300ルーメン。間がないんです。扱いやすい100から150ルーメンくらいで使いたいと思う場面が出てきまして、せっかくケースを併用した無段階調光機能があるので、それで設定した明るさをライト本体に記憶することができたらさらに使いやすそうだと感じました。もう一つは光の色味について。スペック的には白に近い光なはずなのですが、黄色っぽさを感じます。オーライトさんは総じてこの傾向がありますが、手元に来たバトン4は特に黄色く感じるっすね。個体差があるのかもしれません。もう少し白くなってほしいと感じました。オーライトさんのバトン4、ちょっと良いライト買おうか検討している方にぜひおすすめしたいライトです。ライト本体はスタンダードで扱いやすく、ケースはガジェット的な面白さのある製品です。プレゼントにもちょうど良さそう。機会がございましたら手に取られてみてください。オーライト様では大型のお祭り企画、ブラックフライデーセールを開催中。様々な製品が大きく割引されています。紹介しましたバトン4は発売記念と合わせて 25% 引きとなってます。特におすすめしたいのはバトン4プレミアムエディションとペルン2ミニのセット品。割引 40% という強烈価格となってます。L 字のライト、ストレートライト、どちらも使う頻度は多いので、このセットはおすすめしたいですね。機会がございましたらぜひ手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。